グーテンターキヒピンコー、どうもこうです。本日はドイツ生活前に知ってほしい物件探しの話です。よいしょ。新年度に入りまして、身近でも日本からドイツにこれから来る留学の方や駐在の方など様々いるっていうのを聞いているので、この動画の撮影に至りました。ドイツでの物件探しは凄まじく大変でして、以前も僕は不動産を探す際に動画を上げさせてもらいました。この動画は再度その注意というか、改めて丁寧に問題とかどう対応していったらいいかみたいなところを動画にしたいなと思っています。ドイツの生活で日本食を手に入れたりとか、いろんなねミッションが、あると思うんですけども、このドイツで家を探すっていうのはナルトでいう S ランク任務、10段階評価でいうとレベル10のタスクなんじゃないかなと思っています。そんなドイツでの生活ミッションを攻略するべく、皆さんはどういうことに注意していったらいいのかっていうミッションのレベルをちょっとでも下げれるような動画になったら嬉しいなと思っています。長々と前置きを話しましたが、早速動画の方行ってみましょう。はい、というわけで早速話していきたいと思います。今回の動画を見てほしい対象者の話をさせていただきますと、主にはこれから自分の力で家を探す人になります。こっちに来ている駐在の方など友人なども増えてきているんですけど、その方々の話を聞いてると、大体会社が家をその現地で探してくれるとか、会社が会社とその仲介会社とつながっていて、仲介会社が家を見つけてくれて、そこに住むっていう方が多いので、そういった方々にはあんまり今日の動画は、見なくてもいいかなと思っています。というよりは今日ターゲットというか見てほしい、絶対に見てほしいと思っているのが、自分で家を探す人になります。具体的な対象者としては留学生だったりとか、ワーホリで来る方なんかはおそらく家探しのサポートがないので、そういった人たちが対象になります。日本では不動産の仲介会社などすごいサービスが充実しているのは僕も知ってるんですけども、ドイツに関してはそういったサービスは B2B、 会社から会社に向けて行われることが多く、個人のために仲介してくれるような会社はあんまりありません。じゃあ個人はどうやって家を探すのかって言いますと、空き家の物件情報が載っているようなサイトがあるので、そこから直接大家さんに連絡をしたりするような形式を取られていることが多いです。日本でもし物件を自分で見つけたことがある人、僕も昔五反田に住んでいたことが、一人暮らししていたことがあるんですけども、その時もですね、渋谷にある仲介会社、ベンチャー企業だったかなに、お願いして家を探していただいたんですけども、めちゃくちゃスムーズでですね、渋谷付近3駅ぐらいで家探したいですっていうのを伝えたら、内見する場所を何個かピックアップしてくれて、そこについていくっていうことをひたすらするだけで、その中からいいなと思うお家があればもうそこをお願いする、契約書書いて終わりみたいな感じだったので、ものすごく楽でした。一方でドイツは改めて言いますと、個人から個人、自分から大家さんに向けて電話だったりメールだったりをしてアポを取る、そして内見をするという流れになっています。そこで皆さん勘のいい人は、分かると思うんですが、詐欺が発生しやすい形状になっています。仲介の場合はですね、仲介の会社さんがどれぐらい信頼があってっていうのはおそらくサイトから調べやすいんですけども、いろいろなお家に関してはなかなかレビューはないっていうのも経験はあると思うんですけど、自分が住んでいた家のレビューってしないですよね。個人情報ですし、そうですね、大家さんとそんなに話したりとかもしないと思うので、そのあたりはあんまりレビューは書かないと思います。なので個人から個人で家を借りる場合はかなりそういった問題点が浮き彫りになってきます。その詐欺物件を見極める方法っていうのが今日の動画の一番の知ってほしいポイントになります。僕の友人とか僕自身の経験談からお話しますと、詐欺物件の見極めは主に2つのポイントを押さえておけばいいと思います。1つ目がですね、内見をさせてくれるかどうかです。もう1個がデポジットの支払いタイミング。この2つをとにかく意識してみてください。
一見内見させてくれない家なんてあるのって日本に住んでいてまだドイツに来られてない方とかはって思うと思うんですけど、余裕であります。僕の経験上でですね、そうですね、新しい家を探す時に20件近くもっとかなに連絡したっていう背景があるんですけども、そのうちの3件4件は内見を断られました。それは僕に住んでほしくないからっていう可能性ももちろんあるんですけども、少なくとも、12件は家が存在していない物件の紹介でした。なんでそれが分かったかと言いますと、その内見をさせないっていう流れを僕の友人も同じようなタイミングで家を探していたんですけども、その子に関しても同じような対応をされたからです。物件がないのが何でか分かったのかっていうもう一個の理由が、その書かれている住所の場所に Google マップで飛んでみたんですね。そしたらそこの物件の周辺って住宅街がなくて、ここは確実に掲載されているようなお家があるような、雰囲気ではなかったんですね。なんでそういった点から内見がさせてもらえないっていうのは門前払いと言いますか、そもそもごめんね、家ちょっと渡せないんだよね、それで内見もダメだよねっていうのもあると思うんですけど、かなり高確率で家が存在しないっていうのが理由にあります。存在しない物件も自由に掲載できてしまうというのが今回の課題になるんですけど、皆さんも家を探している時に内見させてもらえないってなると、まずそこの部分疑ってもいいのかなと思います。でもう一個がですね、その内見はいいよと、内見はいいんだけども、デポジットを内見の前にちょっと払ってくれないかっていうような物件が存在します。これも信じられない話でして、住む予定のない内見をしたいお家を見るっていう行為をするためにお金を払うという話です。これもかなりおかしくてですね、内見の段取りを決めた後に、じゃあお金払ってもらったらいついつにうちに来てくれれば対応するよっていうお話をしたりするんですけど、おかしいですよね。内見してないから、さっきの話ですけど家が存在しないかもしれないのにデポジットをそのお家を見る前に払わせるっていう、手順です。なんで今踏まえた2ポイント、内見だけは断りっていうような物件、もう一つがですね、内見はさせてくれるよっていう話は進んでいく。で、よし、いざ家を見に行けるんだ、嬉しいと思ったタイミングで、お金を要求する。この2つが、あります。こういったところ詐欺の可能性が、おそらくもう皆さんもイメージした通り、詐欺の物件になってくるので、そのあたりもしこれから日本からドイツに住もうと思っている方々は大変気をつけてください。でですね、じゃあ日本からこれからドイツに来るんだけど、そんなこと言われてもじゃあどうしたらいいのっていうところになります。僕は個人的に思いついた気をつける点を踏まえた行動としては3つポイントがあるかな、ポイントというか3つ手順があるかなと思ってます。まず1つ目がですね、実際に内見ができるような状態にするというところです。どういうことかと言いますと、日本からドイツに来る時にいきなり賃貸のお家に入りたいっていう気持ちもすっごくわかるんですけども、そういった詐欺物件とか存在しない家っていうところはかなりリスクとしてあるので、多額のね2ヶ月3ヶ月分のデポジット払って実際行った家がないとかっていう、本当にこれ友達とかそのネット上の検索してもらえれば実際にそういった詐欺に遭った方々とかすごい記事が上がるんですけども、本当に起きるんですね。なんで僕のおすすめとしては、あくまで初月とか 2,3 週間、最初の 1週間とかはホテルとかマンスリーマンションとかそういったところを借りて、あくまで長期間泊まるようなお家はドイツに来てから内見を終えて契約してそこに入るということです。これ当たり前のように聞こえてなかなか意識しないと忘れがちかなと思ったので、この1個目のポイントは自分でもし家を探して賃貸契約する場合は意識してみてください。とはいえね、やっぱりマンスリーマンションとかホテルとか泊まっていくとどんどんお金が
かかってしまう、やっぱ賃貸の方が安いよねっていう人もいて、そういった金銭状況とか経済状況も考えられるので、そういった方はですねちょっと難易度は上がってしまうんですけど、もう一個がドイツにいる友人に内見を手伝ってもらうというところです。おそらくねワーホリとか、留学は特にそうですよね。留学とかってこれから行く先って決まってから渡航すると思うんですよね。そういった人たちはその渡航先でお世話になる人たちにサポートしてもらうといいかなと思います。お家探しの内見を代わりに行ってもらったりとか、あとはその物件が、大丈夫な物件なのかしっかり電話をしてもらう、手伝ってもらうっていうところは、かなりやってもいいかなと思います。とはいえそんな友人もいなくて、自分で一回ドイツ来てから家を探すっていうのも難しいよっていう人は、最終手段の3つ目が、SNS 上で家を見つけるというところです。皆さんもしかしたらねドイツにこれから来るっていうバックグラウンドの人に向けて喋ってるので知ってる情報かもしれないんですけども、 Facebook とか Twitter とかさまざまなプラットフォームではですね、ドイツに住んでる人がどこどこ住んでるよっていう形で結構アピールというか話してくれるんですよね。特に分かりやすいのが Facebook のコミュニティだと思っていて、ベルリンとミュンヘンとデュッセルドルフは少なくとも僕もグループに入ってるんで存在してます。でこのグループでよくたびたび見るのが何月からドイツに行くんですけどこういった物件知りませんかとか、そういった情報を投稿したりしてるんですね。でそれもちろん 100% 連絡来るとは限らないですが、これうまくいくとFacebook 上とかで知り合った、人、日本人とかに直接そのお家の引き継ぎとか、もしくはその友人の家が開くんだけどそこどうとか、そういった感じのコミュニケーションが取れます。かなりやっぱりその既存で知らないイメージがわかんない、全然コミュニケーション取れないその大家さんと喋るよりは、やっぱ Facebook コミュニティである程度発信してる人とかちゃんと連絡取った上で安心できる人だな、しかも日本人だしなっていうような人が見つかった場合は、それはかなりドイツでね内見をする前に借りれたりとか、思い切って借りたりとかもできるんじゃないかなと思ってます。もちろんね日本人全員悲しいですが優しい人とも限らないので、そこは先ほど言ったような先物件と同じような認識で、あくまですごい全てを鵜呑みにするような形で、連絡するのではなくて、ちょっとだけね疑いながら、お話を進めていただく中で絶対大丈夫だなって思ったりしたら、そういった賃貸の借り方もありかなと思っています。はい、なのでこのね3パターンっていうのは、先物件に引っかからないための Tips としては、僕の中ではありかなと思うので、これから、日本からドイツでお家探しをする方はぜひこの3パターン参考にしてみてはいかがでしょうか。というわけでこれがまず注意点の1個目、お家を探す時の注意点の話でした。でですね、じゃあいざ家見つかりました、家入れましたってなった時の注意点2になります。今日のお話は、主には物件とか不動産広く話したいなと思ったので、これはあくまでおまけみたいな話なんですけど、させてください。その2がですね、家に入ったらまず状態を写真を撮るといいかなと思います。ドイツでは最初の数ヶ月分の賃貸料とかをデポジットとして払ったりするんですね、初月に。具体的に言うと、例えば、分かりやすく500ユーロだとします。毎月、払う額が500ユーロ払う時に、初月は例えば1500ユーロ払ってくださいとか2000ユーロ払ってくださいみたいに言われることがあります。これよく僕にも DM 来るんですけど、そんなにお金要求されて大丈夫なんですかとか、そういった話されるんですけど、ドイツでは割とメジャーなデポジットの取り方でして、あくまで家具とか何かしら使ってるものが破損した場合にそこから引いたりとかする、保証のためのお金ですよねっていう感じで取ったりします。あとは大家さんと昔話すことがあったんですけど、
デポジットは1個のその金銭的余裕があるかの確認とかっていうお話もしていて、いずれは返すんだけども、その時にポンって払えるお金を持っている人だったら、じゃあうちに泊まるというかうちに住まわしても、うちじゃないですね、ごめんなさい、対象の不動産に住まわしても、この子だったら、続けてちゃんと返済じゃないですね、お金を返せるよねっていう、お金支払えるよねっていう安心感を持つためにデポジットとかを要求したりとかっていう、さまざまな理由のもとデポジットっていうものは存在しています。で、長々と話しましたが、このデポジットが返済されるか、この家を退去するときですね、その家を退去するときに返済されるかっていうのが、家具の状態とか家の元々の状態との差分なんですよね。当たり前ですけど、レンタカーとか日本で借りた時に傷ついたら、前傷はなかったのに傷ありましたよね、修理代ちょっと払ってくださいみたいなことがあると思うんですけど、あれです、まさに。なんで、担保として車の場合はないですけど、ドイツはデポジットとしてあらかじめお金を取って、もし何かあった時はそこから修理代取って、で足りなければさらに要求してくるみたいな構図だとイメージしてください。その前提を踏まえると、僕のおすすめが、家に入ったらまず各所の写真を撮るといいです。これ昔僕が家を退去する時にすごく役立ったんですけど、実際傷がちょっとあったりするんですよね、入居時に。それはその家が、あなたが初めて住んだ家じゃないからなんですよ。で、このぐらいの傷だったら次の入居者にもうそんなに不快に思わないからほっとこうとかいうパターンがあるんですけども、それが危険ですね。そういった未然にもうすでにある傷とかって自分が出る時に大家さんがこの傷どうしたのとかって言われる可能性があるんですよね。そんな時にいや大家さん昔一緒に内見させてもらった時に写真撮ってこうでしたよねっていうことがちゃんと説明できればそこは問題にならないです。なんで大体住む際に直してもらうとかいろんな話があると思うんですけど、もし直してもらえなかった場合はちゃんと自分が入る前にあったものだよっていうのが証明できることが大事かなと思います。なんでこれから、ドイツで家に住み始める人、家が見つかり終わってですね始める人っていうのも、こういった注意点を意識しておくと、ミッションがかなり楽になるかなと思っています。はい、というわけでですね、本日はドイツでの不動産探しについて、物件探しについてのお話でした。皆さんにとってね、この動画が参考になったりとか、何かの救いになったりとかしたら、大変動画冥利につきます。またこのね、動画たまたま検索したりなどして出会ってくれた方、困ってることとか、もっとこういうところ聞きたい、どうなんですかみたいなことがあったら、ぜひぜひ僕のコメント欄、この動画のですねコメント欄をうまく活用してください。具体的な質問をしてもらってもいいですし、やんわり例え話みたいな感じで聞いてもらってもいいですし、答えられる範囲で僕もその質問に答えていけたらなと思っています。最後になりますが、皆様が無事ねドイツに来れたりとか、問題なくドイツの物件を探せたりできることを、お祈りしております。この動画がですね、もし良かったなという方はずうずうしいですが高評価、そしてですねぜひこういう動画をね、新年度入りましたし、もっともっと動画上げていくのでよかったらチャンネル登録の方も赤いボタンからよろしくお願いします。ベルボタンも押していただけると、最新の動画の通知がポンと届くので、そちらもよろしくお願いします。はい、長々と話しましたが、本日の動画もご視聴ありがとうございました。次の動画でもまたお会いしましょう。さようなら。